こんにちは。ジェニュエウォッチです。Please use English subtitles. Yo Chong Wan Zoom. 今日はグランドセイコーのレビューをしていきます。今回のモデル、日本では2020年2月8日に発売されたモデルです。グランドセイコーの時計、私はめちゃくちゃ好きです。理由はセイコーの強いこだわりを感じることができるからです。値段が少し高いですが、それに見合うだけの最高級の時計を作り上げているのです。それでは早速見ていきましょう。モデル名は SBGN011 です。ダイヤルカラーは白ではないです。シャンパンゴールドカラーで高級感を感じます。秒針が丸みを帯びていて、どんな角度から見ても見えるようになっています。針の軸の中心に穴が開いていないです。これだけでより一層スタイリッシュな印象に見えますよね。ダイヤルの中心から放射線状にラインが入っています。メタリックな質感ですね。めっちゃ綺麗です。このモデルはGMT 針がついたモデルです。これを使うことによって違う国の時間を表示することが可能。ディープな青色の GMT 針が最高にクールな印象です。ちなみにこの GMT のロゴも針と同じく青色でペイントされています。内面無反射コーティングがされているので、ガラスの反射がめっちゃ少ないです。めちゃくちゃクリアですね。鏡面仕上げの仕上がりがとても素晴らしい。本当に歪みが少ないから映り込む景色が鮮明に見えます。肌に当たる部分は面取りされています。それに対し肌に当たらない部分はまるでナイフのようにエッジが立っています。クールです。このヘアライン仕上げと鏡のようなポリッシュの組み合わせ、最高にかっこいいです。バンドのエッジは立っているんですけど、うっすらと面取りされています。高級感を感じる仕上がりです。私の腕周りが 170mm ですが、このような雰囲気になります。ケースの幅は 40mm です。厚みも 12.2mm と薄めなので、フォーマルなシーンにマッチしそうです。このモデルのムーブメントは QF シリーズが搭載されています。特徴を5つ挙げたいと思います。1つ目の特徴、QF シリーズのキャリバーはクォーツです。クォーツの内部は歯車とかではなく電池を動力にしています。クォーツの魅力は高い精度です。QF シリーズを搭載したグランドセイコーは年差プラスマイナス10秒。特別なモデルになってくるとプラスマイナス5秒なんていうモデルもあります。ちなみに今回のこのモデルはプ
プラスマイナス年差10秒となっています。2つ目に瞬間日めくりカレンダー。カレンダー機能って徐々に日付のウィールが回転しますよね。QF キャリバーは一瞬で変わります。こんな感じで。3点目にクォーツの割に太い針。太い針というとダイバーズウォッチを想像しますよね。実は太い針を動かすには強いトルクが必要なんです。強いトルクを作り出すことができるムーブメント、それはオートマティックです。 QF キャリバーのトルクも強いのかというと弱いです。長期間動き続けるために弱くしてあります。秒針が1秒を2回にかけて回しています。これによりより少ないエネルギーで時計の針を動かすことができるようになりました。電池寿命は3年です。これは一般的なクォーツの時計よりも長い電池寿命です。でも目では見えない速さで2回動いているので、普通にワンステップしか動いていないように見えます。4点目に緩急スイッチがついているということ。オートマティックの時計には精度の微調整のための機構が搭載されていますが、クォーツには通常そのような機構はついていません。理由は微調整しなくても精度が高いんです。そんな高精度のクォーツにもその個体個体によって癖があります。何十年も使ってくると年差プラスマイナス10秒の許容に入らなくなってくることもあります。長年使用してその個体の癖を知り、その個体に適切な調整を行うことによってより長く使用できるようになっています。最後5点目、クラウンの操作性が高いということ。一般的なクォーツだとクラウンを1回回転させると分針は60分進みます。しかし QF クォーツでは20分しか進みません。回転量を少なくすることにより針の微細な位置調整がしやすく、より厳密な時刻合わせが可能となっています。クラウンを引っ張った際も一般的なモデルは 8mm クラウンが出るのに対し QF クォーツは 11mm 出るように設計されています。なので1段階引き出した2段階引き出したという感覚が分かりやすくなっています。いかがでしたか？グランド成功の強いこだわりを感じてもらうことはできましたか？このチャンネルではこのように新しい時計のレビュー動画や昔のモデルで私の好きな時計を紹介したりしていきます。もし気になった方はチャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。